皆さんこんにちは、五戸美希です。今日のテーマはフィラーワードです。まずフィラーワードとはですけれども、日本語だと言いよどみと訳されること多いですね。なんかそういった言葉を日本語のフィラーワードとしている見解が多いです。で、プレゼンテーション、話し方みたいな検索をすると、だいたい出てくるのがフィラーワードをなくしましょう。フィラーワードは使わない方がいいというのが、だいたい出てきますね。そこで今回はですね、こんな方におすすめの動画になっております。人前で話すときにを言ってしまう方、スピーチやプレゼンでうまいなっていうふうに思われたい方、あとは人前で話すスキルを身につけたい、そんな皆さんにおすすめの内容になっております。それではフィラーワードについて、まず私が考える結論です。フィラーワードは使っていい。むしろ使った方がいいぐらいの場面もあると考えております。もちろん使いすぎは NG ですけれども、なぜなのかというところ、詳しくお伝えしていきます。スピーチトレーニング。フィラーワード、日本語だと言いよどみと訳されるとお伝えしましたけれども、もともとは英語ですね。で、英語のフィラーですか。満たすとか埋めるとか、あとは詰める、そういうふうに訳されます。で、英語のフィラーワードというのは会話の間を満たすために使われるつなぎの言葉ですね。で、英語はフィラーワードでたくさんあります。とかとか、あとは Let me see とか You know、 これもそうですね。で、英語を話す方はこのフィラーワードを使うことで沈黙を避けるということができる。あとは会話の時相手に割り込まれにくくする、そういう効果が期待できますね。なので英語の会話の場合、フィラーワードというのはプラスに働くことが結構多いです。なのでフィラーワード自体がネガティブなものではないんですね。なんですけれども、英語でスピーチをするとなると、フィラーワードは少ない方が評価されます。これは日本語よりも英語のスピーチの方が洗練されているかどうか、それを強く見られる傾向ありますので、フィラーワードが多くなってしまうと練習不足とか準備不足というふうに評価されやすいという傾向が英語のスピーチの方がありますね。で、この英語のスピーチの場合、フィラーワード少ない方が評価されるというのをそのまま日本語の人前トークに応用して解説をしている見解が驚くほど多いです。だから日本語のフィラーワード話し方で検索するとマイナスなことが山のように出てくると思うんですけれども、あとはそうですね、稀にプレゼン大会とかで言った回数を数えて、それを評価の対象にするなんてところもあるみたいですね。の数を数えるっていうのは正直私はちょっと意地悪だなというふうに感じてしまいますね。それに審査をするときにその数を数えてたら全体の印象をつかむというのに神経を使えないと思うんですね。で、私のおすすめとしては、フィラーワードは使っていい。場合によってはあった方がいい。そういうふうに考えております。私もこの動画でとかとか入ってますからね。その理由を次に詳しくご紹介していきます。スピーチトレーニング。それでは認知心理学と日本語学のお話ししていきたいんですけれども、まず認知心理学ですね。人は存在する全部の音をまるっとその通りに聞いているわけではないんですね。たくさんの音の中からこれまでの経験と照らし合わせて聞き取る音を選んでいます。無意識に自然に選んでいるから普段は気づかないんですけれども、この聞き取る音を無意識に選んでいるっていうのは選択的注意というふうに言います。だからうるさいところでもすごく賑やかなところでも会話ができるわけですよね。駅前の雑踏のいろんな音がある中でもこの人の話が聞きたいと思ったら会話ができる。それは選択的注意があるからなんですね。で、とかというのは意味がない言葉なので基本的には聞き流していますね。聞き手というのは内容を
聞き取ろう、内容を理解しようと思っているので、プレゼンの時にが1、2回入った段階でが入ったというふうな聞き方は普通はしていないわけです。どんなことを話すのかな、今何を話しているのかなっていうのを理解することに、選択的注意を向けているからですね。で、これをは入っちゃいけないものだっていうふうに考えていて、が入るかな、が入るかなっていうふうな聞き方をしていると、が入った、が入った、はい、1回、2回、3回っていうふうに気になってくるわけです。続きまして日本語学の話ですけれども、日本語というのは書き言葉と話し言葉がとても離れている言葉ですね。で、人前で話すときというのは、話し言葉で話しかけるという方が相手に届くなと、私はすごく実感しております。英語のスピーチと日本語のスピーチってそこが大きく違うと思うんですね。英語のスピーチの場合は書き言葉の朗読でも全然おかしくないですけれども、日本語の場合だといかにも読んでるという感じになってしまう。喋っている言葉、話し言葉って書き言葉、日本語の場合はかなり離れていますよね。だから無駄な言葉とかつなぎの言葉っていうのは会話するときって基本的に入りますよね。なのでそれを再現しているので、人前で話すときにというつなぎの言葉とか無駄な言葉とか、私の場合だとでとかそれからとかとか使いますけれども、そういう言葉があっても問題ない。会話の再現だからつなぎの言葉が入るというのは当然であるということですね。なので、日本語の場合はスピーチの時にフィラーワードが入っても問題ないと考えております。スピーチトレーニング。はい、日本語の人前トークにおけるフィラーワード、場合によってはあった方がいいという話、冒頭で少ししましたけれども、というのは考えている時、言葉に詰まる時に出るわけですね。なのでが入ることによって今考えている言葉を今あなたに伝えていますという演出ができるわけですね。なので少しだけあえて使うという演出もあります。例えばラジオもそうですし、スピーチとかプレゼンとかも 1,2 分だったら入らなくてもいいですけれども、10分20分ってなると長くなってきますから、全部を朗読にするとやっぱり聞き手としては退屈ですね。その中で今考えてます。そうですね。こういうことなんですよ。みたいな感じで入ることによって聞き手は今話しかけてくれているなというふうに思えるので、そうですね。こういう動画とかもそうですけれども、今私も入りましたけれども、1分とかのショート動画だったらない方がいいかなというのはありますけれども、10分、10分じゃなくて5分以上のものとかだったら、あえてちょっと入る方が自然に聞こえる。あなたに話しかけてますよというふうに魅力的に聞こえるということで、場合によってはあった方がいいということになります。一方で、やたらめったら使っていいということでもないですね。やっぱりフィラーワードが多すぎると聞きづらくなりますね。例えば話し出し冒頭で毎回が入る、これはちょっと聞きづらいですね。実際やってみますと、皆さんこんにちは、五野へみきと言います。今日のテーマはフィラーワードということで、それではですねみたいな感じになってしまうと、途中まで聞き手はを聞き流してくれていても、この人が毎回入るなって気づくようになるんですね。そうするともう聞き手としてはしか聞こえなくなってしまうみたいなことが起こりますので、はい、多いのはやっぱりちょっと減らしたいですね。特に冒頭ですね。そのって考えている時、言葉に迷う時に出るわけなので、それをゼロにする必要はないんですけれども、冒頭は考えてきているはずなので、皆さんこんにちは。これはそうですね、ちょっと恥ずかしいなとか照れがあるという方の場合かなと、冒頭は取りましょう。皆さんこんにちは、五野へみきですとシンプルにいけるといいですね。あとはが伸びると気になりますね。こういう風になると長いダラダラした感じに聞こえやすいので、というのは伸ばさずにキュキュキュッと短く入れるのがいいですね。最後に
朗読の場合はフィラーワードはない方がいいなと考えております。その朗読劇みたいな完全朗読はもちろんですし、ナレーションの場合もそうですね。あとは選手宣誓みたいな、あれも書き言葉の朗読にはなりますので、話し言葉で選手宣誓なんですけれどもっていうとやっぱりちょっと違和感になりますので、その後で文字起こしされるようなものであればフィラーワードない方がいいという場合ありますね。あとはお手紙を読むパターンのスピーチですね。結婚式の友人代表スピーチで、今日は新婦のマルコさんにお手紙を書いてきたので読みます。私たちの出会いは、何日だったねっていう風になるとやっぱちょっと変なので、朗読の場合というのはフィラーワードない方がいいですね。なくていいはずなので、朗読というのは原稿があるので、はい、それを読めばいいので、を入れてしまう、朗読なのに入れてしまうという方は取る練習したいですね。ということで今日のまとめです。はゼロにしなくていい。でも多くならないようにするというのと、長く伸ばさない方がいいので、ちょっとここ引っかかるなという方はトレーニングできるといいなと思います。ということで、五戸美希のスピーチトレーニング、個別レッスンもやっております。オンラインサロンもやっております。動画教材もあります。詳しくはプラン一覧をご覧ください。メルマガも配信しています。メルマガは毎週話し方を解説するラジオを配信していますので、よかったらご登録ください。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。